あれ？何よその格好。まさか嫌がらせのつもり？そんなの全然聞かないから。むしろみんなドン引きしてあんたの評価がだだ下がりになるわよ。主役は私なんだからね。そう言って高笑いをする茜。私はふっと余裕のある笑みを浮かべてこう言ってやった。今日は私の結婚式よ。私の名前は香織、30歳の会社員だ。大学を卒業後に今の会社で働き始めて8年になる。最初は右も左もわからなかったが、先輩や上司たちにいろいろと仕事を教えてもらったおかげで、どんどん成長することができた。一人前になり自立し始めると、私はさらに仕事が楽しくなった。そして自分から仕事を取りに行くようになり、気がつけば周りから評価してもらえるようになった。現在は課長として部下もいる状態で忙しく働いている。かおり、これわかんないんだけど。あかね、少しくらい自分で考えたらどうなの？だって私の得意な仕事じゃないし、かおりにお願いするのが早いかなって思って。そんな。同期のよしみでお願い。じゃあ私はこれで、お疲れ様。ちょっとあかね。そうやって私に仕事を丸投げしていってしまったあかね。彼女は私の同期なのだが、調子がいいというか自分勝手なところがある。自分が苦手な仕事は一切せず、周りの人に頼んでしまうのだ。そんなの断られないのかと思うかもしれないが、茜は自他ともに認めるかなりの美人で、そのため男性陣は彼女にお願いをされると何でも引き受けてしまうのだ。正直そうやって和を乱すようなことはしないでほしいと思う。彼女には課長として私が注意しているのだが、いつも調子のいいことを言ってかわされてしまう。私と茜は同期としてこの会社に入った。最初こそ彼女はやる気に満ち溢れていて、私も刺激を受けていたのだが、いつからか助けてもらうことに味を占めて、自分から仕事を取りに行かなくなったのだ。私はそんな彼女のことをとても残念に思っていた。仕事は普通にできる方だったからだ。あのまま積極的に仕事をしていれば、今だってもっといろんな仕事を任されていただろうに。私はため息をつきながら茜に任された仕事に手をつける。その時、私のスマホが鳴った。今日は何時くらいから会えそう？彼からのメッセージだ。私にはユージというお付き合いしている男性がいる。ユージはもともと私が担当していた取引先で働く会社員だ。私が独り立ちしてから初めて担当した仕事で、彼はまだ新人だった私を優しく見守ってくれていた。そのおかげで私は仕事をやり抜くことができたので、彼にはとても感謝していた。その後もいろんな仕事で一緒になることがあり、たまに打ち上げで飲みにも行っていた。それでも少しずつ距離が縮まり、私たちはプライベートでも会うようになる。そして彼から告白されて私たちは付き合うことになった。あれから1年半ほど経っているが、私たちは相変わらず付き合いたてのようにラブラブだ。今日も残業で会えるのは20時くらいになりそう。わかった。じゃあ俺の家においでよ。美味しいもの作って待ってるから。本当に？やった。楽しみにしてるね。ユージはとても優しくて年上だから包容力もあった。だから私はいつも安心して彼に身を委ねることができた。仕事もできて尊敬しているし、近いうち彼と結婚をしたいなって私は思っていた。あ、香織いらっしゃい。ごめんね、待ったでしょ。大丈夫だよ。すごくいい匂いがするね。今日は煮込みハンバーグを作ったよ。わあ、美味しそう。彼はものすごく料理が得意で、その辺のレストランなんかよりも多分レベルが高いと思う。彼の家に行くたびに私は手料理を食べさせてもらっているのだが、本当に美味しくていつもほっぺたが落ちそうになるのだ。すごく美味しい。このソースの味、深みがあって最高に美味しいね。だろう？これ得意料理なんだ。こんな美味しい料理なら本当に毎日でも食べたいと思う。そんな風に思っていた私。するとある日、彼から高級レストランに行こうと誘われた。これはもしかして。高級レストランなんてめったに行かない。ということは、もしかしたら彼からプロポーズをしてもらえるかもしれない。私はそんな期待を胸に抱きながら仕事をしていた。だがその日は全然仕事が手につかなかった。何をしてもちょっと気持ちが浮ついていて集中できなかった。そんな時、茜が話しかけてきた。ちょっと香織、どうしたの？なんか落ち着きがないけど。え？そう？何かいいことでもあったの？いや別に。
はあ、なんか怪しいね。本当にこういう時の茜は勘が鋭くて困る。なんでもないから。そう、じゃあこの仕事任せてもいい？ダメよ。今日は用事があるんだから。やっぱりなんかあるんじゃん。あ、もしかしてユージさんとどっか行くの？え？やっぱりそうだ。本当に香りってわかりやすいよね。もしかして高級レストランとかに誘われてるわけ？どうしてわかったの？やっぱり。自分から言っちゃうとか本当にそういうところ一理解があるよね。そっか。高級レストランに誘われたからプロポーズされるって思ってるんでしょう。こいつはエスパーなのだろうか。私が言葉に詰まっていると茜はニヤニヤしてこう言った。恋愛経験の少ない香りは浮かれちゃうよね。そういうことなら今日は仕事を振らないであげる。そう言って去っていく茜。本当に腹が立つ。確かに恋愛経験は多くないが、それをバカにされる筋合いはない。それに仕事を振らないであげるだなんてどの口が言ってるんだって感じだ。茜の場合は仕事を振ってるんじゃなくて押し付けているだけだろうが。私は一瞬にして気持ちが普通の状態に戻った。それからは仕事に集中することができて、急ピッチでたくさんの仕事を終わらせられたので、逆に茜には感謝してもいいかもしれない。私はしっかり仕事をして満足した状態でユージとの待ち合わせ場所へ。時間通りにお互い来ていたので、そこから高級レストランへと行った。二人になると急に私は緊張してきた。そして高級レストランに行って私たちは食事を進めた。そんな中、デザートの前で彼がスーツのポケットから指輪の箱を取り出した。香織、俺と結婚してください。俺には君が必要なんだ。彼からの突然のプロポーズ。予想はしていたが、それでもとても嬉しかった。はい、こちらこそよろしくお願いします。こうして私たちは結婚することになった。大好きな彼との結婚が決まり、私はこの上ないほど幸せだった。きっと彼とならとても楽しい結婚生活を送ることができるだろう。そう思い、とてもワクワクした。翌日、私は婚約指輪をつけた状態で出社した。すると、いろんな人から指輪について触れてもらえた。みんな私が取引先で働いているユージと付き合っていることは知っていた。だからとても祝福してくれた。そしてもちろん、茜も指輪について触れてきた。本当にプロポーズされたの？うん、とっても嬉しかったわ。茜もぜひ結婚式に来てね。私がそう言うと、茜は笑顔で、もちろん行くよ、と言った。さすがに結婚報告について悪く言うことはなかった。それどころか意外にも祝福してくれた。だが私は彼女がとんでもないことを計画していたのを知る由もなかった。それから1週間後、私は彼と会う約束をしていたのだが、いきなり仕事が入ったと言われて会えなくなった。本当なら彼の親に挨拶に行く話をしていたのに、少し残念だなと思いながら、その時はあまり気にしないでいた。だがそれからというもの、彼となかなか会えなくなっていった。いくら予定を合わせようとしても彼の都合が合わないのだ。気づけばもう1ヶ月以上も会えずにいた。こんなことは初めてだったし、彼からのメッセージの数も減っていった。私は何かあるのかと気になり、ある日我慢できずに彼の家へと行った。何も連絡せずに行ったので彼は驚いていた。香織、どうしたんだよ。だってユージ全然会ってくれないんだもん。だから何かあるならちゃんと話したくて来たの。私はそう言いながら彼の部屋へ入ろうとした。すると玄関に女性ものの靴があるのが見えた。その靴、もしかして。私はその靴に見覚えがあった。それは茜がよく履いているブランド品だったからだ。すると奥から誰かがやってきた。あれ、香りじゃない。茜、どうしてあんたがここにいるの？ごめん、言ってなかった？私彼と付き合うことになったの。どういうこと？ユージ。すまん、結婚の話はなかったことにしてくれ。ユージはそう言って私から顔を背けた。茜は勝ち誇った顔をしながら私を見ていた。ふざけないで。あんたみたいな最低な男、こっちから願い下げよう。私はそう言ってその場から逃げるように走り去った。悔しくて仕方なかった。自分の部屋に戻ると私はおえつが出るほど泣いた。茜の勝ち誇った顔に本当に腹が立ったし、彼女の誘いに簡単に乗っかった彼にも幻滅した。
どうして私がこんな目に遭わなければならないのだろうか。私の感情がどうしようもないほどにあれで、次の日はさすがに仕事を休んでしまった。すると茜から、大丈夫？さすがに辛いよね。今日はゆっくり休んで。というメッセージが来て、スマホを壁にぶん投げそうになった。さすがにその次の日は休むわけにもいかず、私は気分が落ち込んだまま出勤した。かおり、体調大丈夫？茜は私にそう聞いてきた。ええ、大丈夫よ。みんなも迷惑かけてごめんね。私は何とか気丈に振る舞おうとした。茜とはそれから話さないようにして仕事に打ち込んだ。だが、なかなか集中できなかった。すると、私は部長から呼び出されてしまった。会議室で二人きりになると部長は私に質問をしてきた。香織さん、何かあった？え？いや、なんだかとても無理をしている様子だったから、いつもならしないようなミスもしていたし。すいません。体調が悪くて、すぐに治しますから。いや、いいんだ。いつも助かってるから。それよりも抱えている悩みを何とかしないと。何かあったんでしょ？部長はそうやって私に聞いてきた。ここは君と私だけだから、よかったら話してほしい。君の助けになりたいんだ。部長。私は泣きながら部長に全てを話した。そんなことが、それは辛かったね。そんな中、よく会社に来てくれた。本当にありがとう。私からみんなには体調不良で本調子ではないことを伝えておくから、無理をしないで好きなだけ休んでいいよ。ありがとうございます。私は部長のその言葉だけで十分だった。でも、課長としての責任もありますので、気持ちを切り替えて頑張ります。私はそう言い、涙を拭いて会議室を出た。それから私はこれ以上ないほどに仕事に打ち込んだ。茜が絡んできても、今忙しいから後にして、と言って関わらないようにした。茜は機嫌を悪そうにしながら、なんか感じ悪くなったね、と言い、ユウジも私を選んで正解だったね、と嫌味を言いながら去っていった。だが私はもう気にしていなかった。茜のような性格の悪い女に何を言われても気にしないし、そんな女に引っかかったユウジもバカだと本気で思った。そして、それから1年が経った。すると、茜がある日、とても嬉しそうにしながら出社してきた。聞いてよ。私結婚することになったの。彼からプロポーズされたのよ。茜がそうやって職場の人に言うとみんな祝福していた。職場の人たちは茜がユウジと付き合っていることを知らない。だから純粋に祝福していた。かおり、あなたも私の結婚をお祝いしてくれるかしら？茜はわざと私にそんなことを聞いてきた。祝福なんてできるわけないだろう。職場の人たちは私の結婚がダメになったことはもちろん知っている。そりゃ婚約が決まった時から1年も経っているし、私はすぐに婚約指輪をしないで出社するようになったからだ。だから茜が私に話を振ってきた時、みんな気まずそうにしていた。茜はそんなみんなの反応を楽しみながら、ああごめんごめん、香織にはあまりこういう話しない方が良かったよねと言った。本当に性格の悪い人だ。そしてさすがに今のはめちゃくちゃ頭にきた。だから私が言い返そうとすると部長が話に割って入ってきた。茜さん、結婚はめでたいですが、仕事もちゃんとやってくださいね。昨日あなたが作った書類、間違いだらけでしたよ。浮かれた気分のまま仕事されるとみんなに迷惑がかかりますから注意してくださいね。部長がみんなの前で茜を注意したので、彼女は顔を真っ赤にしながら、わかりましたよ。昨日はプロポーズされるかと思って動揺して集中できなかっただけです。とごまかしていた。そこでみんな自分の仕事に戻り始めたので、私は声を荒げずに済んだ。だがそれから少し経ってから茜はわざわざ私が一人でいるところにやってきた。ユウジとの結婚楽しみだな。結婚式にはもちろん参加してよね。やっぱり会社の同期でもあり、上司でもある香りには出てもらわないと。そう言ってニヤニヤしている茜の顔をぶん殴りたくなったが、私はスルーした。そしてそんな時、私はあることを思いついた。大人げないがどうしても彼女に一泡吹かせてやりたかった。それから3ヶ月後、私は結婚式会場へと向かった。会場に入るとそこには茜の姿が。彼女は私に気づくと目を見開きながら近づいてきた。あれ？何よその格好。どうしてウェディングドレスなんて着てるの？まさか嫌がらせのつもり？そんなの全然聞かないから。むしろみんなドン引きしてあんたの評価がだだ下がりになるわよ。主役は私なんだからね。
あなたから奪ったユージさんと結婚するんだからね。そう言って高笑いをする茜。私はふっと余裕のある笑みを浮かべてこう言ってやった。あら、何を言ってるの？今日は私の結婚式よ。は？そう、ここは複数の結婚式を行えるホテルで、私はあえて茜とユージの結婚式に合わせて結婚式を挙げることにしたのだ。何の冗談かしら。冗談じゃないわよ。私結婚するの。そういうのいいから。ていうかあんたと結婚する相手なんていないでしょ。そうやって罵倒してくる茜。すると私の後ろから私の婚約者がやってきた。私が香織の結婚相手だが、何か問題でもあるのか？茜はその人物を見て目を見開いた。部長？まさか部長が香織の結婚相手？そうだって言ってるだろう。そんな、どうして二人が。私は香織の仕事に対する姿勢や部下たちに対する接し方を評価していた。そしてプライベートでも会うようになり、さらに彼女の魅力に惹かれていったんだ。まあ、きっかけは茜が私からユージを奪ったことだったんだけどね。あの時に部長が親身になって話を聞いてくれて距離が縮まったの。茜ありがとうね。あんた私の恋のキューピッドだったわ。茜は絶句していた。私何にも聞いてないわよ。そりゃそうよ。あんたにプライベートのこと話すわけないじゃない。あとさすがに部長と課長の結婚式だから、職場のみんなもあなたたちじゃなくて私の結婚式に参列してくれるみたい。まあ、あんたが私からユージを奪ったこともみんなに話したから、みんなあなたたちの式には参列したくないって言ってたけどね。ユージがいる会社の人たちにも事情を説明したら、みんな私たちの方に参列してくれるって。そんな。じゃあ、私たちあっちで式を挙げるからまたね。私はその場にへたり込む茜を横目に自分の婚約者と一緒に控室へと向かった。私たちの結婚式にはたくさんの人が参列してくれて結婚式は大成功だった。一方で、茜とユージの式は職場の人たちで埋まる予定だったテーブルが何択も空いている状態となり、なんとも寂しい式になったんだとか。二人はあまりの空席の多さに参列した人たちから馬鹿にされていたようで、これ以上ないほどの恥をかいたようだ。だが全ては自業自得だし、本当にいい気味だと思う。茜は全てをみんなに知られたことで、周りの目が急に怖くなり、会社を自主退職して専業主婦になったそうだ。ユージは周りの冷たい目を浴びながらも、茜を養うために一生懸命に働くしかなかったらしい。だがその後、結局、茜の不倫が発覚し、泥沼の離婚劇となったそうだ。一方、私は素敵な旦那さんであり、上司でもある彼と幸せな結婚生活を送っている。常に私だけのことを見てくれる夫と、これからも楽しい日々を過ごしていきたいと思う。茜は最低な女でしたが、最終的に転落していってざまあみろって感じでしたね。そりゃ課長と部長の結婚式と浮気で結ばれた同僚の結婚式なら、どちらを選ぶかは明白ですよね。主さんは幸せな結婚をすることができてよかったですね。これからも仕事にプライベートに充実した日々を送ってくださいね。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。